第二軍を任せられるなんて緊張しますね。でも頑張りましょう。やはり他の自警団は私たちには合流してくれないようだな。これって信頼なの？隔離かもね。すまん。ウルフィリアさん、お前たちの連携は下手に他の連中を入れるよりも強力を見た。圧倒的に戦力が足りない。お前たちには少々無理をしてもらいたいということだ。すまん。頼む。団長さん、お任せください。やってみせます。あんたまたそんな安請け合いしてねえ、あんたからも一言言ってやりなさいよ。いや、まあしょうがないさ。しょうがないですね。しょうがない。何よその軽さ。しょうがないわね。しょうがないわ。ヤクメさん、さすがに食べながらは。すまん。ふとお腹が空いて。しょうがないだろう。余裕があるのう、ラインスタッドは。こっちもあれくらい和やかに行きたいな。しょうがないさ。今のギャグでしょうか。さあでは皆の者、武運を祈る三つの鐘が鳴り終わった時こそ勝ち時を上げとうに攻め込むぞ。あの塔に突入するというわけだな。長くガーディアンが守護してきた魔境。そしてその頂上にはあの女がいる。決戦というところだな。ここは。これが塔の中？とにかく登っていくしかないようだな。見て、早速来たよ。間違いない。急いで頂上を目指しましょう。プレタポルテ、奴らがここを守ってきたガーディアンってわけね。永遠にこの場所を守るように魔術回路を仕込まれた鎧ということか。一体誰がこんな壮大な仕掛けを。負けるわけにはいかないな。やれやれ、あまり荒事は向いてないんだけど。広田か。
急所だね。そこが急所だね。まだだ。飛べ。倒した。倒した。来るよ。飛べ。切るんだか。飛べ。飛べ。はっくっ。はあ。切るんだか。髪が切る。負けだ。いつでも呼んでくれ。そこが急所だね。まだだ。そこが急所だね。髪かける。負けだ。お、いけるよ。叩き込むよ。いけるよ。そこが急所だね。そこが急所だね。まだだ。飛べ。仕留めるよ。切るんだか。任せて飛べ。倒した。切るんだか。はあ。はあ。いつでも呼んでくれ。そこが急所だね。そこが急所だね。仕留める。仕留めたよ。まだだ。そこが急所だね。はあ。いけるよ。はあ。切るんだか。はあ。切るんだか。切るんだか。飛べ。いけるよ。そこが急所だね。これ。まだだ。いけるよ。はあ。込むよ。効果がブレタポルで溢れてくる。一体こいつらどこから湧いてくるんじゃ。ラインスタッド。は
はい背後は俺たちが食い止めておこう。お前たちは頂上を目指せ。でも行け。この塔の上にいる女は強い。おそらく俺では勝てない。お前たちに託す。ウルフィリアさん、ウルフ。見届けるがいい。お前が認めた強さの正体。クリス。あ行きましょう。出てきたらどうだい？猫？にゃー何をさせる。君、ラインスタッドが今さら出てくるとは。どうしてこそこそ逃げ回っていたんだい？逃げ回っていたわけじゃない。黒幕の尻尾を掴もうと探り回っていたのさ。王を暗殺しようとした本当の首謀者は誰？レオン王子？いや、違う。ノイマン。お前だ。お前が王子をそそのかし王を暗殺させようとした。そして偽物の王女を連れてきて王都を破壊させようとしている。一体お前は何者だ？あの女はフレアであるはずがない。そのことを私が誰よりも知っている。フレアは我が娘シェリーの本当の名だ。何が目的だ？ノイマン。いや、ローデリア帝国国王よ。なるほど。猫になってうろちょろしている間に随分調べ上げたわけだけど、黒幕か。それは買いかぶりというものだよ。俺はそんな大層なものじゃないよ。今も昔もウェイン・ラインスタッド、いろいろと調べ回ったようだけど、それが君の限界だ。俺を倒したいなら倒してみるがいい。そうしよう。お前が黒幕じゃないとしても話ぐらいは聞かせてもらおうじゃないか。うおー！かない。無駄な抵抗はしない主義でね。言ったはずだよ。俺は君と戦う力なんてない。今も昔もね。ローデリア王よ、お前はかつてグリムドラゴンの力によって世界を掌握した。そして再びその力を得ようとしている。違う。今も昔も俺はただの無力で空っぽなムクロでしかない。なんだ、つまりグリムドラゴンと契約していたのは王であるお前ではないと。そうさ。で、一体誰？どこに行くんだい？塔に登る。あそこにこそ真実があるはずだ。そう。よろしくお願いします。当然私よね。何よこいつら。こんなに強力なやつが大丈夫といるわけだね。一体この塔に何が隠されているのか。準備万端ですよね。たたき。俺増えてません？行きます。ごめんなさい。
承知した。ウイングドラゴンのクリス・レイ出る。それは聞いただろ。つまらぬ。切ってしまった。ごめん。ごめん。これは聞いただろ。そこか。そこか。ごめん。これは聞いただろ。ごめん。ごめん。ごめん。これは聞いただろ。ごめん。ごめん。いやー。ごめん。逃がさん。前の言えない。はあ？これ？ぶち込め！ぶち込め！これはどうだ？馬場よ。ラムさん。これでまた英雄に一歩近づいたわね。やったわ。最強とは何だ。まだ答えは見えぬか。力はようやく終わりましたね。やれやれ、しんどい戦いだわい。そうですね。もう一歩も動けません。だが上へ向かうガーディアンはあらかた片付けたはずだ。あとは奴らに任せるさ。団長殿、誰か来るぞ。らしいな。プレタポルテ？ビッグベンのガーディアンじゃなさそうですね。誰だ？誰かいるな。来るぞ。何このプレタポルテ、強い。なんか一時はまさか。ここは来たか。あなたは何をしようとしてるんですか？町の人たちを苦しめて。どうしてこんなことを。かつて
グリムドラゴンを倒した英雄は荒廃と混乱の極みにあった世界を当のグリムドラゴンの力を用いることで平定した。グリムドラゴンの卵は3つの卵に分けられた。ハート・オブ・ドラゴンはその一つ、時を操る鎧。英雄はその鎧をまとい戦い続け、やがて世界を平定した。世界は平定され、やっとほとんどの争いが終わる頃、英雄はふと見てみたくなった。未来を。この平和が永劫に続いているだろうか。だから鎧の力で未来へ飛んだ。そして英雄が目にしたのは滅亡の未来だった。彼女が命を懸け、悪魔の力さえ利用して手に入れた平和はさらなる滅亡へつながっていた。彼女は時の鎧を操り、その運命に抗い続けた。無限とも思える時間を繰り返し、滅亡を食い止めようと挑んだ。だがダメだった。そして悟った。もっと大きな力が必要だ。世界を導くにはもっと大きな力が。それがペンドラゴン。全ての鎧を支配に置く力。我は未来を見てきた。これより世界では新たな力を持ったもの、鎧が生まれていく。そうした新しきものによって再び世界が混迷を極め、戦乱に飲み込まれ破滅していくの。我は偉大なる力によって世界に強固なる安寧をもたらす。フレアさん、あなたは一体。我はフレアではない。フレアは君なのだから。問答は終わりだ。来い、王侯に選ばれし者と時の鎧を継ぐ者よ。どちらが未来をつかみ取るのか決しようじゃないか。とは時を操る鎧ハート・オブ・ドラゴンは我が契約を離れお前のもとに。今我がまとうのは無限とも思える戦いの中で見つけ契約を果たした卵。無限の地獄を繰り返しながら我が最後に掴み取った希望の卵、希望のクラリアス。そして我が名はアルティリア。我はかつてのグリムドラゴンを打ち倒し世界に光をもたらした英雄。我はあえて世界に闇をもたらそう。来るべき未来のために。クラリアスの制御が効かない。これこそが王家の卵、ペンドラゴンの力。あらゆる鎧を支配に置くマスターコードを権限させる。間近でこの力を受ければリディアほどの術者も一瞬で取り込んでしまう。バカなこの私が。ない。これでは戦うことすらできない。ここまでたどり着いたことは褒めよう。我が剣となり新たな世界の平定の先兵となるがいい。勇者よ。あなたには負けない。何？私はみんなを助けるために来ました。あなたの支配なんて受けない。ペンドラゴンの力を無効化している。そうか。君もまたペンドラゴンを制御する黄金の力を持っていたのだったな。この支配に抗う力を持っているわけか。シェリー、私もよ。どうやらリディア様は正しかったよね。だってあんたを倒そうとしていたんだから。私が復
復讐さえ終えられたらそれでもいいと思っていた。だが今は生きたいと願っている。いつか故郷に帰りたいと。そして何より私を救ってくれた恩人に恩を返す。ここで果てるわけにはいかない。まったく、ここに来て色々と明らかになったことも多い。持ち帰って調べたいことだらけだよ。なんとしても戻らないとね。いかなる力にも私は屈しない。アルディリア、なぜか俺にはあなたの気持ちがわかります。強い希望を持ちすぎたゆえに落ちた絶望の深さがほとんどあったことがないはずなのに、ずっと一緒にいたような気がします。かつてのあなたは確かに人々の希望だった、光だった。あなた自身がそうあろうと戦い続けたんでしょう。でも今あなたの目に宿っているのは希望ではない、絶望だ。とわさん、行こう。俺はあなたを倒す。アルディリア、よろしくお願いします。負けるわけにはいかないな。まだだ。飛べ。白田さん、行きます。いつでも呼んでくれ。もう一丁。飛べ。簡単です。止まりません。いつでも呼んで逃げられると思うな。飛べ。簡単です。程度で何が何だ。誰は止まれぬ。当たってなんとか撃てます。敵られます。いけるよ。まだだ。ありました。飛べ。飛べ。準備簡単です。行きます。やーストレス。ごめんなさい。いつでも呼んでくれ。まだだ。見えた。引けるんだか。負けだ。程度でまだまだ止まらぬ。いつでも呼んでくれ。まだ終わらない。いけます。飛べ。何が何だか分かりません。やー我が剣がまだ折れぬ。いつでも呼んでくれ。まだだ。力を飛べ。飛べ。程度で行きます。我は止まらぬ。いけるよ。もう一丁。制御を奪え。力を知るな。いつでも呼んでくれ。逃げられると思うな。頑張ります。やったー、強くなりました。
ですかこれ。鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。僕の探求心はまだこんなもんじゃないよ。なるほどね。理解した。たとえ、あなたがどんなに偉大な英雄だとしても、どんな覚悟があるとしても、未来は、自分で切り開く。あなたには、渡さないならば、勝ち得てみろ。その手で。はあ。我はアルティリア、古の英雄にして世界を未来へ導く光の英雄、シェリー・ラインスタッドよ。シェリー！お前はまだ終わりはしないさ。ランスロットさん？古の英雄よ、君にどんな使命があろうが彼女に手を出すのだけは許さん。そうか、あの時の男か。そのような姿になってまで戦うと敬服に値する。一時は諦めたぞ。けれどそこの少年を見ているうちに少し思い出した。若い頃抱いていた純粋で不器用な正義が君はどうだ。本来時は誰にでも平等に流れるものだ。鎧の力を使って時をかけようが君の中に流れている時間はどうしようもない。誰しもが若さを失い、かつて溢れていたみずみずしい理想を忘れていくものだ。さて、君の心はまだ残っているか？それとも永遠の時の流れの中で化け物になってしまったか？シェリー、あなたは、自分の力を信じるんだ。そして仲間の気持ちを信じるんだ。君は運命に翻弄され、全て受け入れながら優しく強く生きて、今大切な仲間と共にここに立っている。この世に神というものがいるならば、きっと君の勇姿を見ているだろう。そして運命は君に味方をするんだろう。だから信じろ。君の手にはまだ戦う力が残っている。まさかそれは聖剣ユグドラシオ。ユグドラシオ。かつて英雄アルデリアは精霊の加護を得て聖剣ユグドラシオを託され、その剣でグリムドラゴンを撃った。その剣がシェリーの手に。そうか、精霊、お前たちはそちらについたか。だが我は負けられない。永遠の時の中で救えなかった者たちのために我は力を手に入れるのだ。アルディリアさん、私は生きるのに必死で誰かに助けられてばかりの無力な存在でしかありませんでした。でもトアさんやルーさんやヤクモさん、カミュさん、それにクリスさん、
みんなに助けられて、私は戦ってこられました。とても大事なものがここにはあるんです。それを決してあなたに壊させはしない。私はきっと守ってみせる。私の大切なものを、みんなの大切なものも守れる存在になってみせる。だからあなたには負けない。その剣は、かつて我は征伐隊の一員として王都を旅立った。長い旅の果てに多くの友を失い、我自身命を何度も捨てかけながら、地の果てで精霊の王なる者と出会い、それを託された。その剣を振るって我はグリムドラゴンを撃った。その我がその剣によって撃たれる竜と化すとは、我はいつの間にか終わっていたんだな。シェリー、私が勝った？よく頑張ったね。あなたは。ランスロットさん。ランスロットさん？少年、君がここまでやるとはな。我が輩直々の訓練があったとはいえ、驚いたよ。ん。そんなことより、ランスロットさん。あなたは。大丈夫。何も言わなくてもいいよ、少年。え？シェリー。あなたは、お父様。ああ、そうだ。お父様。よ、元気か？ずっと探してた。追いかけ続けてきた。やっと会えました。やっと。ああ、立派になったな、シェリー。素晴らしい仲間を得て、君は本当に強くなった。そしてもっともっと立派になっていくんだろう。その姿を見られないのは残念だが、お別れだ。なんて、やっと会えたのに。会えたからさ。お前にもう一度会ってお別れを言うために、俺はこんなんになってまで頑張ったんだ。お父さんヘトヘトだ。だからもう行くよ。お父様。私はお父様の娘です。絶対にそれは変わりません。もちろんだ。お前は私の世界でたった一人の最愛の娘だ。シェリー、それに皆よく聞いてくれ。私はもうじき消えるだろう。だがその前に伝えなければならないことがある。アルディリアの狙いはペンドラゴンを制御して世界を平定することだった。だが他の誰かがもっと強大な力を復活させようとしている。それはグリムドラゴンそのもの。君たちが食い止めるんだ。
悲しむの後だ。今、ウェインは最後に何を言おうとしていた？誰かが、グリムドラゴンを復活させようとしていると。そんな、誰がどうやってそんなことを。俺様だよ。あなたは。なんで、あんたがここに。レインフォルス。こいつは俺の卵だ。返してもらうぜ。これで揃ったか。3つの卵。3つの卵。グリムドラゴンを復活させるための3つの卵さ。ペンドラゴン、ソウルドラゴン、そしてとはお前が持つかつてアルディリアがまとっていたハート・オブ・ドラゴンだ。どういうことよ。その3つの卵が、グリムドラゴンを復活させると？かつて2人の英雄が世界を支配する大いなる暗黒竜グリムドラゴンを打ち果たした。そしてグリムドラゴンの卵をこの頂上に封印した。しかしそれだけでは不十分と考えた。そしてその力を3つに分けることを考えたのさ。3つの力に分け、それが再び何者かの手に渡り、グリムが復活しないように。そうして3つの卵がもたらされた。ソウルドラゴンは妹のリディアが、ハート・オブ・ドラゴンは姉のアルディリアが、ペンドラゴンは王家が、それぞれ所持することになった。そしてその儀式に使われたこの場所は、誰も近づけないよう封印された。万が一3つの卵が集い、この場所でグリムの復活が行われないようにな。それで、あなたは何をしようとしているのですか？ご丁寧に説明してやったんだからわかるだろうが、グリムドラゴンを復活させて、その力を我が物とする。バカだ。なんでそんなことを。俺が俺であるためにだ。え？とは、あとはお前が契約しているハート・オブ・ドラゴンだ。そいつをもらおうか。あんたなんかに渡すわけがないでしょ。じゃあしょうがねえ。再戦と行こうじゃないか。ソウルドラゴンによって集められた魔力で、ペンドラゴンは最大限まで力が増幅されている。アルディリアはこいつで世界中の鎧を支配下に置こうとしたらしいが、俺はそんなやり方は好かん。俺自身、このペンドラゴンの力をまとうんだ。お前のようにはいかんぞ。すごい。あれほどの力を制御しようとしている。あれは、手強いな。闘技場の時よりも、まがまがしい魔力だ。止めないと。行きましょう。承知した。ウイングドラゴンクリスレイ。見よ、忌まわしき我が力。陰気の魔導実験により生まれた何人もの哀れなガキども。そして最高に哀れな傑作がこの俺様だ。今は戦おう。あなた止めないと。やってくれるじゃない。出てやらんでください。そこビル逃がさん。火の上してやる。前の何も言えない。ぶち込め。止める。ぶち込め。ぶち込め。これはどうだ。ごめん。無様に舞い踊れ。やってくれる
逃がさん。ぶち込め。ぶち込め。なかなかにしぶとい。出てやらんでくれ。これは逃がさない。ぶち込め。なかなかにしぶとい。やはり強いな、お前たちは。お前からハート・オブ・ドラゴンを奪うのは無理か。だが他にも方法はある。俺は本当の力を手に入れる。どこに行くのよ。竜の祭壇だ。祭壇はこの上にある。そこでグリムドラゴンの力は3つに分けられた。上ってここはすでに最上階じゃん。いや、あるんだよ。聞こえるだろう。己の失った力を求めて暗黒の竜がうなっている。グリムドラゴン、はるか昔突如この地に現れた大いなる厄災。その力を手に入れてみせる。じゃあ待ってください。上から凍えるような魔の気配が漂っている。この低いうなり、聞いてるだけで身がすくみそうだな。ここから先に足を踏み入れて帰ってこられるとは思えないな。でもレオンを止めないとどの道めちゃくちゃになりそうよね。私は行きます。ああ、そうね。行くしかないわね。最後までお供しよう。やれやれとしか言いようがないよ。もう少しだけ面白いものが見られそうだな。うん、行こう。こういう時はトアさん、何か掛け声を。俺が？トアさんにしてもらうとやる気が出るんですよ。じゃあファイト一発！何ですかそれは。いや、こっちでは有名なんだけど。ファイト一発？そう。まあやってみるか。仕方あるまい。ファイト一発！当然私よね。ウイングドラゴンのクリスレイ。でも私あらずっと惜しいわね。私皆さんずっと惜しいわね。風よ舞い上がれ。遅い。うずそれこいつじゃん。
れが見えるか。風よ、早く終わりなさいよ。まだまだ。どうして何も言えない。出てやらんでさ。逃がさん。仕留める。許す。ぶっ飛べ。まだまだ。出てやらんでもない。やれやれ。あまり荒事は向いてないんだけど。負けるわけにはいかないな。そこが急所だね。まだだ。そこが急所だね。急め。いつでも呼んでくれ。まだだ。任せたね。見かける。知るんだか。よし。任せたね。渾身の一撃だ。スロー。飛べ。もう一丁。飛べ。よし。任せたね。知るんだか。噛みつける。飛べ。いけるよ。まだだ。渾身の一撃だ。スロー。いけるよ。飛べ。叩き込むよ。
呼んでくれ。まだだ。そこが急所だね。ひるんだか。掴みかける。負けだ。叩き込むよ。いつでも呼んでくれ。まだだ。仕留めた。いいぞ。ひるんだか。吹き飛べ。ひるんだか。いけるよ。まだだ。仕留めたよ。任せたね。刺激。いつでも呼んでくれ。急所だね。これ。まだだ。僕がしてるよ。負けだ。叩き込むよ。いけるよ。これ。まだだ。これ。僕はいけるよ。よし、成長を感じる。やったぞ。承知した。よろしくお願いします。増援か。増援か。これは聞いただろ。これは聞いただろ。なんだ。これは聞いただろ。これなんだ。これは聞いただろ。ごめん。
だろごめんごめんごめん行きます解き放ちます解き放ちますここが竜の祭壇。いや、前はノイマン、いやローデリア王か。知っているのかい？一体お前がなぜ俺に父上を暗殺させたのか。俺なりに調べた。そしてお前の正体に当たりをつけた。ローデリア王よ、お前はグリムドラゴンを復活させようとしていたんだな。まあそうだね。それでどうする？また世界を滑る王となるのか？いや、そんなものは望んでいない。そもそも俺は確かにローデリアの王ではあったけど、グリムドラゴンと契約していたわけじゃない。全ては彼女がしたことさ。俺はそれに付随していたただの屍のような存在だった。昔もそして今も。で、結局お前はグリムドラゴンを復活させてどうしたいの？会わなければならないんだ、彼女と。だけどその前に俺はもう一度彼と会わなければならない。君もね。さあ、彼が来たようだよ。レオン！来たか。レオンさん、あなたはどうしてここまで。どうして？それで俺に何を語らせようってんだ？誰かを守りたいから？力によって争いをなくしたいから？あるいは愛のためか？くだらん。どうして強くなりたいか？強くなることこそが人に与えられた最も強く深い欲望だからだ。強ければ全てが手に入る。全てを蹂躙して全てを奪う。誰にも踏み潰されない大きな力を持つのさ。だから俺は何を。自分の胸をえぐっている。なぜそこまで。あれは祭壇に捧げられたペンドラゴンとソウルドラゴンの卵が光っている。それにもう一つは、あれはトアのハート・オブ・ドラゴンじゃないのか。だがハート・オブ・ドラゴンはトアが持っている。三つ目は揃わないはずでは。いや、違うんだ。ノイマンさん。本当のハート・オブ・ドラゴンはそもそもこの世界に存在しない。別の時空に漂っている。この世界では心臓を捧げることによってかりそめにハート・オブ・ドラゴンの力を手に入れることができる。つまり時に2つのハート・オブ・ドラゴンが存在することもあるのさ。レオンは自らの心臓を捧げることによって新たなハート・オブ・ドラゴンを生み出し、ペンドラゴン、
ソウルドラゴンの力を合わせグリムドラゴンを復活させようとしているんだ。あれこそがかつて世界を滅ぼし新たな秩序を打ち立てたローデリア帝国と暗黒の竜グリムドラゴンが復活しようとしている。かつて世界を飲み込んだグリムドラゴン。ノイマンさん、一つわからないんです。なんだい？その昔グリムドラゴンがこの世界に権限した時、誰がそれと契約したんでしょう。もしかしてあなたが？いや、俺はローデリアの王だったけれど俺ではない。違うんですね。では一体ノイマンさん、その誰かはまだあそこにいるんじゃないですか。復活しようとしているグリムドラゴンの中に。なぜそう思う？なぜでしょうか。感じるんです。リディアさんがソウルドラゴンに魂だけを残していたように、あそこにはレオンではなく誰かがいるように思います。あれは俺が欲していた力だ。全てを蹂躙する力を手に入れた。俺はもう誰にも屈することはないだろう。レオン、父さん。倒さないと。トアさん。わからないけど今強く思うんだ。絶対にあれを倒さないといけない。そのために俺はこの世界に来た。そんな気がするんだ。だから今度こそ最後の戦いですね。もう一踏ん張りしてやるわ。腹いっぱいの上のおかわりは嫌いじゃない。やれやれ。さらにやれやれ。ここまで来たら地獄まで付き合おう。みんな。じゃあシェリー。はい。ラインスタッド自警団最後の戦いです。行きましょう。負けるわけにはいかないな。ウイングドラゴンのクリスレイ出るぞ。力が流れ込んでいる。インドラゴンの力。俺の力だ。俺こそ俺自身の欲望の力だ。この力で俺はどこまでも食い尽くそう。俺の底なしの欲を絶望のままに。まだだ。止め。逃げられると思った。いつでも呼んでくれ。つかめる。まだ終わらない。強い。変わる。私がやる。やった。つかめる。いけるよ。何も言えない。
まだだ。見えた。飛べ。見えた。いけるよ。おいっちゃおう。負けだ。呼んでくれ。行くよ。はあ。切るんだ。やったー、強くなりました。何ですかこれ。鍛錬の成果が出たな。これは良いものだ。最強とは何？まだ答えは見えぬが、力はレオン。もう声が聞こえない。声。俺は奴らに妙な実験台にされて、体の中に魔術回路を埋め込まれた。それ以来ずっと何かが囁くのさ。強くなれ、太陽になれと。だから俺は強さを求め続けた。だがそれは果たして誰かの意志だったのか。俺はその意志に侵されていたんじゃないのか。どこまでが俺なんだ。わからなかった。だったらいっそその意志に負けないぐらい俺は強くなってやると。誰かが俺に命じた以上に強くなってやると。それだけが俺が俺である。ほうとそんだけは最初から死んでるも同然だからよ。ウジ虫にはウジ虫なりの意地があったんだぜ。レオン。ああよ、いつかもう押せ。見るんだ。卵にひびが。おそらくもう一撃であれを破壊できる。かつてアルデリアたちはこの力を滅ぼさず世界の平定のために使った。私たちが望めばこの力を手に入れることもできるわけね。そうだな。この力があれば何でもできるだろう。守ることができる。すべてを。あらゆるものから。父さん。シェリー。やってくれ。はい。やー！
こはビッグベン？空が晴れていく。今度こそ終わったんですね。終わったんだ。そういや、ノイマンはどこ行ったの？いないようだな。彼は一体。いいんだ。もう彼もグリムドラゴンと共に消えたんだ。とは？行こう。ミスター・トワまさかあなたがここまで成長するとは。出会った頃の青臭さからは想像できませんね。オスカーさん。お前はこっちだ。牢屋に戻れ。わかってますよ。そうか。ウェインは消えたか。ギルバート様は消えないんですかね。わしも消えるのか？そういうものかなって。そうだな。わしがこうしていられるのもかりそめのこと。もう少しだけ見届けたいが、お主らを見ていると役目も終わったのかと思ってしまう。王様、なんか満足して消えようとしていますよ。消えぬ。まだこの国を立て直さなければならぬ。寒い日です、王様。レオン、許せ。わしもすぐに行くだろう。ヤクモさん、どうしたんですか？いや、いいんだ。もう私には関係ないことだ。よウルフィリアさん。う、やったようだな。はい。俺は今まで敵なしだった。え？最強などと言われ、悪い気はしていなかった。だが、その称号は俺には少々重いようだ。今日限りで、お前に譲ろう。俺にも重いですよ。そう言うな。お前に拒否権はない。ないんですか。それに、そのうち取り返しに行くからな。ウルフィリアさん。はい。その時は、よろしくお願いします。じゃあな。旦那様、よくぞご無事で戻られました。旦那様？コーウェンさん。皆さん、ご無事でよかったです。女神おぎゃ、よくぞご無事で。どうもです。心酔しすぎ。いやー、お疲れ様でした。ナッシュさん。トワさん、騎士団入ってくれませんかね。あなたがいたら私楽できそうで。というか、引退したいんですよね。常々言っていますが。ナッシュさんは引退してどうするんですか？引きこもりたいです。そでもまあ、街がめちゃくちゃになったら引きこもれないし、たまには戦わないとダメみたいです。はあ、しかし今回はいいものが見られたわい。降雪山さん、お疲れ様です。なんな、わしは後方で支援に徹していただけよ。見事な戦いぶりだったの。
これだけ有望な若者がいるなら、わしもゆっくりと隠居できそうだわい。それ何度も聞きましたよ。どうせすぐに若いもんには任せられんとか言い出すんでしょ。どうかな。時は常に流れる。そして強さも命も永遠ではないということよ。豪雪山さん、永遠の眠りについたんですね。お疲れ様です。死んでないわ。ちょっと目を閉じて物思いに浸っただけだわい。勝手に殺すな。紛らわしいですから静かに目を閉じないでください。グレンさん？お疲れ様です。いや、死んでねえよ。死んだとは思ってなかったですが。じゃあなんで花なんか備えるんだよ。お疲れ様ですって。野郎が野郎にお疲れ様言いながら花を渡すな。ちょっと変でしたかね。変だろ。ったくよくわからんガキだ。死んだように疲れていたのは事実だな。街の人の避難誘導とかいろいろとされてましたもんね。俺はお前らみたいに鎧で戦うことはできない。泥臭い仕事がお似合いだからな。お疲れ様です。それはこっちのセリフだ。やりやがったようだな。なんとかなったみたいです。お前落ち着いたらあれだ。何ですか？ちゃんと役所に住所の登録をしやがれ。なんでそんな根本的なことを今頃。観光で来てるわけじゃなく移住するのは必要なものなんだよ。後で書類とか作らせるからな。待ってろよ。はい。そうしたら立派な王都の市民ってことだからよ。グレンさん、わかりました。さて事後処理がこれから山ほど待ってるぞ。行ってくれ。さすがは我がライバル。やってのけたようだな。だが本当の戦いはこれからだぞ。本当の戦いはこれからだ。今度は俺たちが手柄を立ててやる。終わったっつーの。ロバートさん。俺はレイチェルな。すいません。ゴルフィンさん。俺はロバートだ。ありがとうございました。おう。でも、冷静に考えると、俺は何に対して礼を。おいおいおい、何を言うライバル。俺たちの友情と競争に。友情と競争に乾杯。乾杯。あれは恐ろしき伝説去り、新たな伝説が到来する。新たな伝説もまた時を経て新たな竜となり人々を襲うのだろうか。本当に恐ろしいのは人の心か。カルマから脱しきれない限り争いは繰り返される。罪深いね。さようなら。そうかもな。カルマがいる限り争いは繰り返す。そうだな。カルマの野郎がな。誰だよカルマって。知らないか？兄貴、あれじゃないですか。
ガンツさん、俺たちの心を入れ替えて、兄貴みたいな立派な人間になりますぜ。頑張ってください。お前たちは牢屋に戻れ。とまあお勤めももう少しで終わりだからな。頑張りますぜ。出てきたら一杯やりましょう。俺、お酒飲めませんよ。ガンツさんはどういう理由で投獄されていたんですか？それは恥ずかしいんですが、貴族の屋敷に咲いていた花を摘んで。カミュ、やりましたね。お久しぶりです。元気そうで何よりです。はい。ババア、何をしておる。豪雪山ですか。まだそんな格好で若者の邪魔をしているんですかい？お二人は知り合いなんですか？知り合いも何も、こやつは3代前のウィングドラゴンだぞ。わしの元同僚じゃ。委員長さんと降雪山さんは同僚だったんですか？昔すぎて忘れましたよ。何が忘れただ。今でも自前のクラリアスで自警団などに参加しておるくせに。僕。カミュ、立派になりましたね。はい。たまには遊びに来てくださいね。みんなで待ってますよ。はい。ん？強くなられましたね、お嬢様。マリスさん、来てたんですか？トワ様。シェリーに会っていかないんですか？私は行かなければなりません。グレン様からの頼みで参戦しましたが、終われば戻る約束です。まあそれなりに活躍しましたから、恩赦を期待しておきます。マリスさん、シャムレットは再会できそうですか？はい。でもマリスさんの代わりは難しそうです。トワ様。はい。お嬢様のそばにいてくださってありがとうございます。心よりお礼を。では。マリスさん。こんにちは。あなたは。リディアさん。敵にさん付け？面白い少年ね。あなたは一体。ソウルドラゴンの卵は聖剣によって今度こそ破壊された。私もようやく長い運命の輪から解き放たれるよね。ベルフレアとか言ったかしら？私の眷属に伝えておいて。これからも私を崇めなさい。ソウルドラゴンがなくなっても私はどこかにちゃんと存在しているわ。私は天才魔導士なんだから。じゃあね、不思議な少年さん。言い忘れていたわ。ありがとう。どうもどうあれ、駅長さも。いやー、お疲れ様でした。あなたたちに精霊王の加護があらんことを。ん。あなたは一体。トワさん、出発の時は近い。
乗り遅れないようにしてください。え？では。なんだか、すごく久しぶりな感じがしますね。うん。ここに来たら、あー、帰ってきたーという感じがします。シェリーの家は屋敷じゃないか。そうなんですけど、私にはマリスやトアさんと一緒に過ごしたシャムレットの方がきっと愛着があるんですね。そっか。桜？トアさん？いや、桜が。桜ですか？おかしいな。列車だ。列車がホームに来るんだ。私には何も見えません。列車が来ているんですか？え？シェリー、俺は。トアさん、お迎えが来たんですね。そういうことかもしれない。私はあなたに会えてよかった。トアさんにたくさんのものをもらいました。そしていっぱい助けてもらいました。だから言ってください。あなたがいるべき世界へ。シェリー、でも。大丈夫ですよ。きっと奇跡が私たちを引き合わせてくれました。きっとまた会えます。私は待っていますから。だから言ってください。わかった。トアさん、ありがとう。こちらこそ。ここに来ると帰ってきたって感じがするわ。さすがの私も疲れたから、いっそ列車で自分の国に帰りたいわ。ま、しばらくは列車も出ないでしょうけどね。桜？桜？何？私には何も見えないわよ。そんな、こんなにいっぱい散ってるのに。列車だ。列車がホームに来るんだ。
さっきから何言ってるの？何も見えないわ。そういうこと。お役目ご苦労さんってことなのかしら。ルー、俺は。あんた頑張ってたわ。あんたがいたから私も頑張れた。あんたなんかに負けるかって悔しくて。でもいつの間にかあんたのために頑張ってた。あんたがちゃんと帰れるようにって。だからそろそろちゃんと家に帰りなよ。ルー、大丈夫。私待ってるからゆっくりしてきなさいよ。ほら早く、列車が行っちゃうわよ。ああ。とわ、ちゃんとしろよ。うん、ちゃんとするよ。どうしたんですか、ヤクモさん。ここに来るとお腹が空いていたことを思い出す。あはは、何か食べましょうか。作ります。いや、トワも疲れてるだろう。簡単なもので。はいはい。桜？桜？私には何も見えないぞ。そんな、こんなにいっぱい散ってるのに。列車だ。列車がホームに来るんだ。どうしたんだとは。本当に桜が散っているのか？確かに、目の前に列車が止まっているんです。とは、その列車はもしかして、元の世界に戻る列車じゃないのか？私も一緒に行きたいところだが、私にはその列車は見えない。ヤクモさん、俺は。行くんだ、とは。いつか帰ってきたら、故郷のことをたくさん話してくれ。それまでは私も、この国で待っているからな。ヤクモさん。はい。俺、行ってきます。とは。お疲れ様。ありがとうございます。やれやれ、ひどい目にあった。シャムレットで一息つきたいところだね。あはは、お茶を入れようか。
桜？桜？何？僕には何も見えないよ。そんな、こんなにいっぱい散ってるのに。列車だ。列車がホームに来るんだ。さっきから何言ってるんだい？何も見えないよ。そんな。じゃあ、これは。そっか。なるほど。きっとそれは、君が乗ってきた列車なんだ。そして、それに乗れば、君は帰れる。そうだね。わからないけど、おそらく。一体何がどうなっているのか、すぐにはさすがの僕にもわからない。君が帰る方法なんて、実は真面目に調べてなかったからね。ごめんね。だって、帰る方法を見つけたら、当たり前だけど、帰っちゃうじゃないか。カミュ。でも今、僕が言うべきことはわかる。行くんだ。と。カミュ。そうして、確かめてくるんだ。一体君に何が起こったのか。元の世界に戻ってこそ。君は最後の真実を手に入れられるだろう。それを手に入れて、いつか僕に伝えてくれ。待っているから。カミュ。わかった。とわ。バン。探偵だって恋したい。この辺は無事のようだな。そうですね。疲れましたね。よかったら寄っていきますか？まあ、いいだろう。少し休憩していくか。休憩？なんだ？なんでも。桜？桜？何？私には何も見えないな。そんな、こんなにいっぱい散ってるのに。列車だ。列車がホームに来るんだ。さっきから何言っている？ホームには何もない。何も聞こえない。そんな。じゃあ。そうか。それは、お前が乗ってきた列車じゃないのか。それに乗っていけば、帰れる。そうだな。わかりません。でも、おそらく。
クリスさん。俺は、乗るんだ。お前は何のために戦ってきた？帰るためだろう。なら迷うな。お前と共に戦ってくれた仲間のために、私のために、行くんだとは。俺は、はい。行ってきます。とは。さらばだ。ここは、そうか。もしもし。どうも。こんなところで寝ちゃダメだよ。ここは、どこですか？どこって。オート・セイレムじゃ。オート？セイレム。どこのことだい？ここはロンドンだよ。あれ？言葉、通じてますよね。ああ、私留学したことがあって、日本語話せるんだ。君は日本人だろ？じゃあ、参ったな。さようなら。どうしたの？どこか悪いのかい？だって君、泣いてるよ。泣いてる？いえ、大丈夫です。すいません。大丈夫です。そうかい？あれは、やノイマンさん。
なんであなたがここに？何でも何も当たり前じゃないか。君は俺で、俺は君だからだ。いわば一心同体さ。これよりはるか未来に、君はローデリア王として世界を統べる暗黒の王となる。ローデリア王はアルディリアによって討たれる。しかし、不死の身で死ぬこともできずさまようことになる。やがて彼は全てのものから忘れられ、ノイマンを名乗るようになる。同じくグリムの片割れ、ペンドラゴンの力を欲したかつての宿敵アルディリアと今度は手を組むことになった。あなたはどうしてまたグリムドラゴンを復活させようとしたんですか？そうだね。そうして彼女にもう一度会いたかった。そして救いたかった。彼女？救う？彼女はグリムに心を捧げ、意識だけがさまよい続けていた。誰も彼女を滅ぼすことができなかった。けれど君たちによって今度こそ彼女は撃たれたんだ。守ることはできなかったけど、これで一緒に行くことができる。長い戦いの末に眠りにつくんだ。俺が君に言うのもとてもおかしな話だけど、そうしてもはや君は俺にはならないだろう。その強さがあれば今度こそ守れる。ああ、そうか。俺はやっと約束を果たせたのか。よかった。ノイマンさん。長井、お前どこに行ってたんだ？俺は朝の集合に現れないから教師が血相を変えていたぞ。ごめん、昨夜出かけてそのまま寝ていたみたいだ。寝ていた？異国の地でなんて強胆なやつだ。あはは。おう、おしゃれなネックレスだな。土産屋で買ったのか？え？これは。みんなの元に帰ろうか。みんなって？先生たちのところに。おう、そうだな。当機はこれより日本に向けて出発いたします。なお天候はお帰りなさいませ、お兄様。広瀬、ただいま。高村さん、ご無沙汰です。お帰りなさいませ、とわ様。1週間ぶりですから、ご無沙汰とは大げさではありませんか。あはは、そうですね。でも、懐かしくて。修学旅行は大丈夫でしたか？まあ。連絡が入りましたよ。夜にホテルを抜け出して帰ってこなかったと。あはは、まあ、ちょっとね。心配しました。ごめん。何もなかったよ。存分に楽しんでこられましたか？うん。とても有意義だった。何よりです。広瀬、高村さんと少し話があるんだ。向こうで待っててくれるか？はい。
実は広瀬様からある宝石について調査を依頼されておりまして、宝石？とわ様にもお伝えしておいた方が良いかと思いまして。わかりました。今はオーストラリアの富豪が所持しているそうです。何か情報は？ダチョウの卵ほどの大きさで、いびつでまがまがしい形状をしているようです。卵ですか。そうですか。所持している人間とコンタクトを取ろうと思えば取れます。当人は手放したがっているようですので、交渉の余地もあるようです。手に入れてください。何としても。手に入れてどうされますか？誰の目にも触れないところに封印するよ。二度と決して誰の目にも触れないように。広瀬、はい。修学旅行で俺に起こったことについて少し長い話をしたいんだ。聞いてくれるか？ええ。にわかには信じられないですが、まあ、私自身、人様からはそうそう信じてもらえない境遇ですし、お兄様は大変な冒険をしてきたのですね。うん。それで、お兄様はどうされたいんですか？え？今、話を聞いていて思いました。お兄様は、戻りたいのではないですか？戻りたい？当たり前だけど、俺にとってはこっちが本当の世界なんだ。俺はずっと戻りたいと思って、あっちで過ごしていた。でも今は、あっちの世界を懐かしく思えてしまうんですね。そうかもしれない。俺は、戻りたいのかもしれないな。でも、私を置いていけない？うん。もちろん。でしたらこうしましょう。私も、連れて行ってくれませんか？え？私、お兄様が言った世界を見てみたいです。話に出てきた人たちに、会ってみたいと思います。広瀬。今すぐ、参りましょう。今すぐ？コウムラに、お別れの挨拶をして参りました。広瀬、本当にいいのか？こちらに戻れることはないかもしれない。構いません。それに、向こうも決して安全な世界でもないよ。そんなもの、花からどこにもありません。そう、だったな。お兄様のその力も、いつなくなるかわかりません。そうでしょ？そうだな。そうかもしれない。それに、なぜでしょう。お兄様が話される世界の話は、不思議と、聞いていて懐かしい感じがするのです。そうか。わかった。さあ、お兄様。ああ。サモン。ドラゴン。
シェリー・ラインスタッドよ。レインフォルスの名を継ぎ、王位を継承することを受け入れるか。受け入れます。汝、いかなる時も国民の安寧を第一に考え、生涯をその務めに捧げることを誓うか。誓います。よかろう。ギルバート・レインフォルスの名のもとに宣言する。我が王位はこの時より、シェリー・ラインスタッド、改め、シェリー・レインフォルスに上位された。私、シェリー・レインフォルスは、王として民のために尽力することを宣誓します。この剣にかけて。アルディリアさんは言っていました。未来には途方もない戦いが待っていると。うん。トワさんはどうして戻ってきたんですか？トワさんの世界は、国は戦いなんてない平和な世界だったんでしょ？こっちよりはね。多分いろいろな理由がある。一番は君が好きだから。トワさん、ありがとうございます。覚えてますか？この駅でトワさんと会った日のこと。ああ、覚えてるよ。はっきりと。あの夜まで私は一人ぼっちでした。事件があってからみんなが離れていって一人ぼっちで戦っていました。本当は何も信じてなかったんです。強がっていたんです。だからトワさんが現れた時、深く考えず戦いを挑んでしまいました。あれはほとんど八つ当たりだったんです。おいおい、すごい告白が来たな。それだけ余裕がなかったんです、本当は。すいませんでした。でも今、私は一人じゃありません。トワさんが、ルーさんが、ヤクモさんが、カミュさんが、クリスさんが一緒にいてくれました。そうしてたくさんの人たちがやってきてくれました。もう寂しくありません。だから私は守りたいです。私も誰も寂しくならない未来のために。あもう不思議と何も怖くありません。隣にトワさんがいたら大丈夫って思えるんです。ずっとそばにいてくれますか？いるよ。ずっとそばに。シェリーのことは俺が守る。一緒に未来へ進もう。旦那旦那、
もう半日ほどで着きますぜ。城塞都市ガリアンだ。しかしなんだってあんなところに用があるんですかい？出入りの商人というわけでもなさそうですし。ねえ、ガリアンドってどういうところなの？元は騎士の寄り合いみたいな都市だったんですがね。なんでも今じゃえらく強い鎧乗りの盗賊団が牛耳っている危険な町さ。悪いがあんまり近づいたら足も危険でね。途中までしか案内できないぜ。構わないわ。そこからは歩いていく。一体あんたらこんなところに何をしに行くんだね。正義を行いにかしら。正義？聞いたとは。今回もなかなかタフな旅行になりそうよ。もう慣れたよ。この前だって船一隻借りて海のど真ん中で海賊団とやり合ったばっかりだしな。あれはさすがにやりすぎたわね。でもあいつらすぐに海に逃げるし、ああするしかなかったのよ。ま、ルーのやることにはもう慣れたよ。ルーってあんたもしかしてルローの戦士ルーベルフレアか？まあそうだけど。こいつはすげえ。あの英雄がわしの馬車に乗っているなんて。英雄？そうだろうよ。この戦乱の世に一文の得にもならないのに世の悪党どもを退治して回ってるんだからよ。英雄だぜ。おっかない世の中だがあんたらみたいなのがいるってだけで俺たちがどれだけ勇気づけられているか帰ってうちの坊主にも話してやりますよ。大ファンでしてね。どうも。さあと上がりゃ代金はいらねえ。到着までゆっくり休んでいってください。いつの間にか有名になってたらしいわね。そうだな。まあ1年前にセイレムを出てからなんだかんだいろんなところに喧嘩をふっかけてきたからな。私たち二人にかけられた賞金額は上がる一方よ。それだけ頑張ってきたんだよ。何が正義かなんて言葉にしたってしょうがない。ただ自分が正しいと信じられることを必死になせばきっと誰かは分かってくれる。そんなの理想だと思っていた。でも叶おうとしてるのかもしれないね、ちょっとは。ああ、そうだな。とわはよかったの？私の旅に付き合ってもらって、せっかくこっちに戻ってきたのにこんな旅に付き合わせてなんか申し訳ないわ。俺は決めたんだ。ルーがしようとしていることを見届けたいって。なんで？かっこいいから。かっこいい。正義を示す。それは途方もないけど、きっと俺には想像もつかないすごい生き方だから見届けたいと思ったんだ。別にそこまで考えているわけじゃないわ。今は世界をもっともっと知りたいの。私はちっぽけな存在だから。私本当はね、セイレムに留学するのすっごく迷っていたの。だって元敵国だし、一人でそんなところに乗り込んでいくより祖国で平和に暮らした方がいいんじゃないかって思ったわ。でもしてよかった。シェリーとかヤクモさんにカミュ、それからクリス、大事な友達ができた。それにあなたに会えたしね。ルー、人を好きになるだけで自分がこんなに変わるとは思わなかったし、きっと私たちの未来にはもっといろんなことが、素敵なことが待ってる。自分が信じる正義のために戦っていればそういうものに出会える気がする。だからこれからもよろしくね、とは。ああ、もちろんだ。
こっちだ、とは。待ってください、ヤクモさん。俺たちは一体どこに？こもう着いたよ。こ私の故郷、橘峡だ。今は、名前が変わってしまっているようだがな。は綺麗ですね。名前は変わっても、景色は変わっていない。その名の通り、たくさんの花の木が立っていたから、橘、兄上に頼まれていたんだ。ここに埋葬してくれ、と。みんな、帰ってきたよ。大前兄さんを連れて。それに、こちらは長井十和だ。私の大事な仲間で、ヤクモさんとお付き合いさせていただいています。すいません。ダメでしたか？いや、いきなりはっきり言うので、私が面食らっただけだ。吸い込まれそうな景色ですね。この景色を、十和と見たかったのだ。ありがとうございます。いや、感謝するのはこちらだ。鬼のクラリアスを故郷に返すことができた。きっと兄上も共に戻ってこられたのだろう。これから、ヤクモさんはどうするんですか？わからない。ヤクモさんなら、静かにどこかに身を隠して生きることもできますよ。十和はそうしたいのか？わかりません。わからない。けれど、この世界に戦乱が続く限り、何かの形で私は戦っている気がする。だが、それなら今は少しだけ平和な時を過ごしたい。ヤクモさん、覚えていますか？いつかお金に余裕ができたら、その和服を買いましょうって話をした時、動きづらい服はいつ敵に襲われるかわからないから不安になるって、俺、その時思ったんです。いつかヤクモさんが安心してあの服を着られるような日が来たらいいなって。ああ、そうだったな。私も驚いている。当時は見るもの全てが敵に見えていた。気を抜いたら殺されると。だが、十和と一緒に過ごすようになって、心が温かくなっていった。十和と過ごせる時間が、私にとっての日常になっていた。誰かに、こんなに心を委ねられる日が来るなんて、思っていなかった。一緒に水浴びもしましたしね。ああ、そうだな。よかったのか？十和は。せっかく元の世界に戻れたのに、またこうして、私に付き合ってもらっている。見てみたかったんです。ヤクモさんの故郷を。その後のことは、それから考えようと思っていました。それにしても、本当に綺麗ですね。あれ、ヤクモさん？なんだ、まだ見ているのか？って、もう食べ始めてるんですか？さっきから我慢できなくてな。とりあえず食べよう。せっかく作ってきたのだから。まったく、ヤクモさんは相変わらずだな。相変わらずって、何が？そういうところ、です。おい、カミュ。寝てるのか？最近、事件続きだったしな。寝顔は、あどけないんだよな。誰が、あどけないだって？起きてたのか。探偵たるもの。敵を目の前にして無防備に寝ていたら、失格だよ。君が入ってきた瞬間に、起きたよ。なんだ、やっぱり寝てたのか。少しね。君と会った頃のことを
夢で見ていたんだ。え？寝てる僕にいたずらしようとしたっけね。僕のことを男の子と思っていたとはね。しょうがないだろ。そんな口調だし、まさか名探偵が可愛い女の子だとは思わないし。かわいい。まあ、いいけど。結局、世間を騒がせる名探偵の正体は、未だ知られず、君があれこれ活躍してくれているからね。まさか、名探偵の正体が、二児の母親だとは思わないよね。パパーマママルコ、ロレイン。今日はパパもママも仕事なんだ。ごめんね。大丈夫。シェリーさんの屋敷で遊んでるね。早く帰ってくるから。やれやれ。仲間どころか、家族を持つことになるなんてね。探偵は危険な生き方。大事なものなんて、いらないと思っていた。まったく。君と会ってから、僕は調子を狂わされてばっかりだよ。あはは。ごめんよ。僕にとっての最大の謎は、君なのかもしれないね。なんでもない。じゃあ、次の依頼に行こうか。助手の、トワくん。おう。くそ、逃げても逃げても振り切れない。奴ら、一体何者だ。知りたいなら教えてやろう。その紋章は騎士団。バカな。俺、いつの間にかそんなに大物になっていたのかよ。ちょっと嬉しい。お前じゃない。お前のボスに用があるんだ。騎士団といえど、女一人なんとでもなら。ストップストップ。もう諦めてください。まだ言いやがったか。うるせえどけ。待ってくださいって。なんだこのガキ。離せ。往生際が悪いな。観念しろ。後でボスにひどい目に遭わされるくらいだな。ここで。おっと、命を粗末にするな。お前にはたっぷり聞きたいことがあるからな。拷問はやめてくれ。拷問ね。とは任せるぞ。こんなことが。どんなひどいことを。そうなんですか。ああ、俺だって本当は嫌だったんだ。だけど、うちのボスはよ。大丈夫です。あなたと家族の安全は、騎士団の名にかけて保証します。本当か。頼むぜ。聞き出しました。すごいな。一体どうやって。じっくり話を聞いて、落としどころを相談しただけですよ。まったく、お前はのんびりした顔をして、油断ならんというか、なんていうか。え？私も落とされたわけだしな。落とされた？なんでもない。しかし、良かったのか？良かったって、何がですか？こんな、汚れ仕事みたいなことに付き合わせて。汚れ仕事、ですか？正式な隊員としての誘いも断って、駒遣いのように手伝わされているじゃないか。別にいいですよ。俺は、騎士団に入りたいわけじゃなくて、クリスさんの手伝いがしたいだけですし。どういうことだ？そのまんまの意味です。クリスさん、めちゃくちゃ強いのに、俺なんかに負けたりするし。それは、お前がなんだかんだ強いだけだ。
そうじゃなくて、なんというか、肝心なところで危なっかしいというか。なんだと？いや、悔しいが、お前の言う通りだな。だから正直、トアにサポートしてもらって助かっている。クリスさん。私は、一人で強くなければならないと思っていた。私自身が、誰よりも強くなければならない。だけど、そうではない。トアや、ラインスタッドたちと共に戦って分かった。仲間というのは、単純な足し算以上の力を発揮することがある。ウルフも、それを知ったのだろう。今の騎士団は、かつてない力を手に入れて、王都の力となって働いている。うん。まったく、本当に一人でやっていたはずなのにな。これでは、元には戻れそうにない。責任は、取ってもらうからな。何ですか？なんでもない。次の任務に行くぞ。はい。広瀬と申します。トアです。トアさん。それで私は、あなたのことを何と呼べばいいんでしょう。どうとでも、好きに呼んでもらっていいよ。では、トアさんで。トアさんか。義理とはいえ、兄弟にしてはよそよそしいな。他人から妙に思われるかもしれない。あなたは、私のボディーガードとして来たのですよね。ボディーガードは、他人のようにしてもらった方が、自然じゃないのですか？確かにそうだ。けど、ただのボディーガードでは同行できないケースも多いだろう。できるだけ密に君を守るために、仲のいい兄弟を装って、常に傍らにいるようにしたい。そうですか。あなたのご自由にしてください。そうするよ。広瀬。よろしくお願いいたします、トアさん。広瀬。魔女め、この世から消えろ！危ない！どうも、助かりました。いや、魔女ですか。お父様が存命の頃は守護の女神と呼ばれていました。それがあっという間に恐ろしき魔女の扱いです。トアさんはどうして本家に来られたんですか？どうして？ご両親も心配しているでしょう。俺に両親はいない。そうですか。私と同じですね。いや、俺は
物心ついた時から施設で暮らしていたから、両親がどうしていないのかなんて知らない。どうせろくでもない理由だろう。君とは違うさ。そうでしょうか。今この場にいないというのは同じです。どうして長井の家に入られたんですか？養父に引き取られたんだ。養父の家は名字こそ同じ長井だけど、本家から見れば分家の分家の分家だ。ほとんど赤の他人と言っていい。それでも地元じゃ長井家の意向で随分と力を持っていたらしい。そこに俺は養子として引き取られたんだ。養父は寡黙で、俺と言葉を交わすことはほとんどなかったけど、施設に比べたら悪くない生活だったよ。では、どうしてここに来られたんですか？君のお父さんが死んだ日を境に、養父が言うには粛清が始まったらしい。いとこや俺の知る限りの親戚が次々と姿を消していった。俺は養父の知り合いのおじさんに預けられた。そのおじさんは変わった人でね。昔何をしていたか知らないけど、武道の心得もあったりして、おじさんと全国を転々としながら生きる術や力とかいろんなものを教わった。その旅を終える頃には、俺の親類の男子はあらかた行方不明になっていた。粛清されたのか、俺のように姿をくらましたのかはわからない。そして戻ってきた俺に養父が言ったんだ。2日後に私はお前を養子から外すだろう。それでも奴らはお前を見逃さない。生き延びたいならこれよりお前はたった一人で戦い抜く必要がある。2日後から俺は味方ではないと俺は養父に言ったよ。なら今は味方なのですかと養父は静かにうなずいた。それでどうしたらいいかわからなかった。その翌日に俺の前に高村さんが現れた。そうして言った。我々は結束しなければならない。敵は交渉するふりをして寛大な態度で臨むふりをしながら裏で我々の戦力を削り続けました。今長井を関する本家の人間はお嬢様一人だけです。どうか本家にいらしていただきたい。共に手を携えて生き残るのです。そして誰よりもお嬢様の近くにいてボディーガードとしてお嬢様を守っていただきたい。そうして俺はここに来た。なぜあなたはその話に乗ったのですか？渦中にあえて飛び込むようなものじゃないですか。少し期待した。本家には以前まで守護の女神と言われた人知を超えた力を持った女の子がいるらしい。その子なら俺を守ってくれるかもしれないって。期待に応えられなくてすいません。当ては外れたよ。養父の言う通り俺は自ら戦って生き抜くしかないって思い知らされた。誰かに守ってもらおうなんて考えは捨てるしかないって。それでもやっぱり一人よりは二人がはるかに良かった。だから来て良かった。そうですか。似ていると思ったのかな。危ない！
広瀬広瀬命は取り留めました。けど、妹さんはもう、ご自身の足では。運転手は逃走を図った後、自殺したそうです。そうですか。ごめん。俺は。大丈夫です。命は助かりました。もとより、そう出歩ける身ではありませんから。足が使えなくなっても、そう変わりありません。だけど、俺は、この家に来て、君と会って誓ったんだ。誓った？俺はそれまでずっと、運命を呪っていた。両親はおらず、わけもわからず養子に出され、そしたら、またわけのわからない抗争に巻き込まれ、なんで、こんなに不運なんだろうって、うんざりしてた。でも、君に出会った。俺よりも、もっと多くの業を背負わされながら、決して誰にも屈していない君を見て、なんていうか、自分の運命に、やっと、意義みたいなものが見出せたんだ。誰かを守るっていう、意義を。なのに。泣かないで、お兄様。今、なんて。私は大丈夫だから。私たちを取り巻く状況は絶望的と言えます。でも不思議と私はとても安心しています。お兄様がいてくれたらそれで大丈夫。なぜかそんな気がします。あるいは私は知らず力を使っているのかもしれません。私たちは大丈夫。きっと大丈夫。二人で生きていきましょう。なんだったっけ？俺、なんで泣いてるんだ？広瀬。お兄様。大丈夫か？最近こもりっぱなしで学園にも行ってないじゃないか。お兄様、そのことなのですが、私、学園を辞めようと思います。学園を辞める？ええ。もともと、あそこに行く意味などほとんどありませんでした。ただなんとなく、通っていただけです。けれど、外は危険も多いですし、これ以上学園で得るものなどありません。それは。お兄様は反対ですか？そうだな。そうかもしれない。どうして？学園に行くのが何の意味があるというのですか？その時しかできないことがある。何年後かに後悔しても取り戻せないものがあるって俺は思うんだ。命を脅かすものがある限り、
私たちには何年後があるかどうかもわかりません。でも、学園を辞めてどうするんだ？調べたいことがあるのです。調べたいこと？私の力についてです。広瀬、それは。もしも私たちを脅かす力が迫ってきたとき、戦えるために彼らが私たちを狙うのは、そもそも私の力を恐れるゆえです。ならその力こそが私たちを守る切り札となるかもしれません。そうか。でも広瀬、何ですか？君は力など捨てて平穏な生活を送りたいと願っていた。俺はその通りだと思ったよ。いつかそんな日が来ることだけを願っていた。そのことは諦めました。私は力と共存していく道を選ぶのです。俺たちはいつか力を捨て去って呪われた運命から解放されるために戦ってきたんじゃないのか。そのために俺は。それは幻想です。幻想にすがっていてはいずれ恐ろしいしっぺ返しを食らうでしょう。私はもう幻想を追わない。こっちに来てだいぶ経つもんな。広瀬、お兄様は修学旅行には行かないのですか？ああ、そのつもりだ。行かれたらどうですか？でも広瀬、お兄様はおっしゃっていたではないですか。今しかできないことがある。何年後かに後悔しても取り戻せないものがあると。それはそうだけど。修学旅行先はロンドンでしたよね。ビッグベンには行かれるのでしょうか？ビッグベン？うん、確かしおりに書いてあったな。でしたらビッグベンの頂上に登ってみてほしいのです。ビッグベンの頂上？お父様がそこで何か儀式の準備をしていたらしいのです。その最中、お父様は何者かに殺されました。その儀式が分かれば私たちが救われる糸口になる気がするのです。広瀬のお父さんが殺される直前にしようとしていた儀式。分かった、行ってみよう。現地に信頼できるものを手配しておきます。どうかお気をつけて。高村さん、ちょっと高村さんに頼みがあるのです。何なりとお申し付けください。探している宝石があるのです。持つ者に不思議な力を与え、そして果てには所持者を死に追いやるのだと言います。持つ者を死に至らしめる宝石ですか。どうしてそのようなもの？私たちの高齢術には真なる力を媒介するものが必要です。強力な霊を宿すには強力な心力が必要です。お父様もお母様もそれを探していました。わかりました。それでその宝石の名は？ええ、グリム。
広瀬。きっと戻ったら、もっと不機嫌になるだろうな。申し訳ございません、トワ様。修学旅行の合間にご苦労様です。いえ、何事もなく明日帰れればいいですが、隠れてビッグベンの頂上を目指す今が修学旅行一番の思い出になりそう。ひとまず無事頂上には到着できました。何かの祭壇があるようですね。広瀬様のお父上の命令で作られたものです。広瀬様のお父上はここである召喚術を行おうとしていました。召喚術？ええ。この世のものならざる何かを自身の中に下ろしてその力を得る秘宝です。その力で長井家は栄えましたが、その力が増すほどに反抗勢力もまた大きくなっていきました。そしてお父上はさらなる力を求めてここにたどり着いたらしいのです。ここで何かを召喚しようとしていた。おそらくは。お父上は少し話されたことがあるそうです。俺は邪神を降臨させる。邪神？代々長井の女に授けられてきたのは一種の降霊術です。この世ならざる者の力を呼び出し、その力をまとうことができます。広瀬様のお母様はその力によって未来を見ることができたといいます。広瀬様のお父上とお母様はいずれ世界に大きな災いが起こるとおっしゃっていました。災いに対抗するためにはより大きな力が必要だ。そのために邪神を降臨させるのだと。もしこの儀式が成功すれば世界の勢力図は一変するだろうと言っていました。そうしてそれを阻止する勢力によってお父上は暗殺されました。トワ様、きっとあなたたちはとっくに戦争の真っ只中にいるのです。世界の行く末をかけた大きな戦争の中心に。俺も広瀬も何も望んだわけじゃない。ただ二人で平穏に過ごしたいんだ。戦いなさい。え？矛盾と思っていても受け入れなければならないものがあります。この世界は矛盾に満ちているのだから、そうして戦うことでしか手に入らないものがあります。俺はあれ、俺、記憶力低いのか？うん。きっと疲れているんだ。広瀬様、この屋敷は囲まれているんですね。そのようです。我々が思っている以上に彼らの動きは早かった。和議を認めない過激派はそれが完全に成立する前に
我々の命を取りに来たようです。応援を呼んでいます。それがたどり着くまで何とか。まずは私がか乱いたしますので、鳥羽様、どうかお嬢様を。高村さん！私はここまでです。鳥羽様、今屋敷に突入している過激派はざっと十数人。彼らは本体の方針に逆らって動いているため、後ろ盾はありません。なんとか彼らを抑え込み、応援を待つのです。そしてこれを差し出すのです。これは広瀬様が探されていた宝石です。卵？不思議な形をしているんですね。彼らはこの宝石を恐れている。正確にはこの宝石と広瀬様を恐れている。ですのでこれを差し出すのです。その時和議は成立します。それまで粘れれば私たちの勝ちです。あなた方は平穏に過ごせるのです。高村さん、もう少しで突破されるな。打って出て応戦する。広瀬、君はここに隠れているんだ。嫌です。私も。隠れるんだ。お兄様。いいって言うまで出てきちゃダメだ。絶対だぞ。広瀬、もういいよ。ドアを開けても大丈夫だよ。お兄様。全部終わった。言っただろ。俺が守るって。俺たちの勝ちだ。大丈夫。君は大丈夫だから。これを、この卵の宝石を向こうに渡すんだ。これはもしかして。いいね。渡すんだよ。絶対に。これは君が持っていてはいけないものだから。お兄様。広瀬、泣くなよ。お兄様。広瀬様、先日あなた方と我々の間に和議が成立いたしました。当初一部の勢力はあなたの力を恐れ、完全に亡き者にすることを主張しました。けれど我々はあなたのお母上が残した予言を重視しました。いずれ世界に未曾有の厄災がもたらされるだろうと。これから先、世界にはあなたの力が必要とされる時が来るかもしれません。あなたにはどうか、いざという時のために新たな秩序の守り神として安らかに生きていただきたい。そして世界が平和である限り、あなたには平穏な生活をお約束しましょう。つきましては、あなたが手に入れた宝石、
グリムをこちらにお渡ししてほしい。広瀬様。誰に口を聞いている？は？お父様が亡くなった途端寝返った配信者どもが平穏な生活？すでにそんなものは私から奪われた。お兄様なくして平穏などない。私はこんな世界など否定する。何よ。もしやすでにあれを撃て！もう誰も私には触れられない。何を迷っていたんだろう。この力があればお兄様は死なずに。違う、お兄様は死なせない。いつか私が蘇らせてあげるから、そうして私が守ってあげます。私たちをあだなす者はすべて私が滅ぼしてみせる。私は永井広瀬、グリムを紡ぎ世界に永遠の平穏をもたらす者。くそ、思い出せない。広瀬？広瀬、どうか無事でいてくれ。どうもどうも。あれ、駅長さいやー、お疲れ様でした。あなたたちに精霊王の加護があらんことを。あなたは一体？トアさん、出発の時は近い。乗り遅れないようにしてください。え？では。
君も征伐隊なのか？征伐隊？この列車はこれからローデリアに向かうのさ。帰れない旅になるかもしれない。それでも行くのかい？ええ、行きます。それじゃあ、もうすぐ列車が出るよ。ここは。まだ寝ぼけていらっしゃるんですね。お兄様。広瀬、俺は。ここはどこなんだ？俺は戻ってこられたのか？戻ってきた？何をおっしゃってるんですか？なかなか起きてこないので様子を見に来ただけです。起きてこない？俺は。ここはローデリア帝国、その王城です。ローデリア。顔が青いですわ。何を恐れているんですか？大丈夫ですよ、お兄様。偉大なる力によって世界は平定されました。もう誰も私たちを脅かしません。私たちは永遠に二人で穏やかに暮らしていけるのです。嬉しいでしょう、お兄様。ああ、そうだな、広瀬。呼吸するように君を探してる。僕の内側かき乱すこびりつく記憶、しみる残りがに酔いしれ朝を迎えたい。夢の中詰まる言葉、日の静寂すべて許しまた僕らを
始めよう。月が満ちる夜会いに行くよ、約束だよ。二人阻んだ鎧脱ぎ捨てて抱き合おう。世界の端っこに立ち、同じ街明かり浴びたら一つに生きれるんだろ脈絡もなしに流れ出す戦争、拙く生き続けてきた神の導きに触れられないまま、変わらず二人寄り添える。言いかけてすぐむ言葉、君も同じ気持ちだとしたから、愛しさと強さ育て上げた場所、ここでありきたり重ねてゆけたなら、月が笑う夜君の方を照らしている。時を刻むたびに芽吹くつぼみ守りたい。世界の真ん中、僕らが信じた果てのために光は降り注ぐから、いつかこの手の剣折れようとも、そっと絡めた指先は力を増してく。そばで気づいてもっと近くで肌寄せ、振り子は揺らめ月が満ちる夜会いに行くよ、約束だよ。二人阻んだ鎧脱ぎ捨てて抱き合おう。世界の端っこに立ち、同じ街明かり浴びたら一つに生きれるんだろう。どこへでも行けるんだ。you